どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ本日の動画はですね、おそらくこの動画が公開された後、数日以内には最新のね、新しいiOS17.4 が一般リリースされると思います。日本時間で言うと、3月の5日までにはね、リリースされるんじゃないかなとは思ってはいるんですけれども、ここで新しい機能であったりだとか、修正されるポイント、追加されるポイントとかですね、現時点で僕が分かっている範囲で、この動画を通じてね、情報発信させていただいて、皆さんが懸念に思われている iOS アップデートした後ですね、何か不具合発生したり、問題がまた発生するんじゃないかなとかね、思われている方もたくさんいるかと思いますので、そのあたりについてのね、解説もさせていただければなと思います。一応テックスタイルチャンネルのね、この YouTube チャンネルは、こういった情報発信しているチャンネルでもありますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、最後までご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、今回の新しい iOS17.4 なんですけれども、さっきね、冒頭でも言ったように、なんで日本時間のね、3月5日までにリリース予定という形でお伝えしたかというと、これはね、もう全く現時点では日本関係ないというか、影響がないことなんですが、EU の方、欧州連合の方でデジタル市場法、デジタルマーケットアクトという DMA という法律が施行される最初の期日というのかな。それが日本時間で言うと3月5日。で、このデジタル市場法の話をするとめちゃくちゃ長くなるので、それはね、また YouTube ライブ等でね、解説できればいいかなと思うんですが、何が違うかというと、中身については同じなんですが、ある程度自由度が増したと思っていただければ分かりやすいかな。一応ね、Apple もそこはね、セキュリティの観点上徹底抗戦したんですけれども、やっぱりこの Apple の独占企業体質というか、この Apple 内での、いわゆるビジネススタイルから、自由市場っていうんですかね、ある程度自由枠を持たせなさいみたいな、形のイメージ。アプリを一つダウンロードするにしても、APP ストアからしかダウンロードできないのが、別のね、ところからダウンロードができたりだとか、ある程度自由な状態になるっていうのが、EU の方ですね。で、今回僕らは日本なので、そこは全く影響しないというか、関係のないところなので、そこはね、そこまで考える必要はないのかなと。ひょっとしたらね、今後、日本もそういう法律ができたりだとか、そういう形になっていけばですね、ある程度、Apple 製品を使っていく上で、自由に使えるっていうことが、今後なるかもしれませんが、現時点ではなりそうにないのかなと思っております。では、最新のね、iOS17.4 の新機能というか、追加されたポイント、修正されたポイント、現時点で僕が分かっているものをね、皆さんにご紹介したいなと思います。それの代表的なところとしては、iPhone ユーザーの方が直結するアップデートとしては、盗難デバイスの保護と、あとはこれは iPhone 50シリーズ、おそらく以降になると思うんですけど、バッテリーの充電サイクルが可能になったっていうことですね。あと、細かいところで言うと、Siri のアップデート。ここは毎回されてると思うんですが、さらにね、アップデートが入ってきたと。あとはポッドキャストの文字起こしが可能になったっていうところと、新しい絵文字が追加されている。Apple Music のプレイリスト関係も、さらにね、アップデートが強化されている。全般的に言うと、細かいところたくさんね、アップデート入ってると思うんですが、やっぱりね、僕的には、盗難デバイスの保護と iPhone のね、バッテリーサイクルが見れるようになったっていうのは、iPhone ユーザーからすると嬉しいアップデートなのかなと思います。この充電サイクル、この iPhone 50シリーズ、おそらくこれ以降になると思うんですが、今までだったら充電サイクルってね、見ることができなかったじゃないですか。見れるとしたら、このバッテリーのね、状態、容量、最大容量のところが100% とか 90%、80% 以下になったらバッテリー交換のタイミングですよとかね。その程度だったんですけれども、この充電サイクルを確認することによって、自分がどういう状態になっているのかっていうね、何回も充電しているのかとかね、見れるようになったっていうのは、すごく嬉しいポイントなのかなと思います。ただね、最近で言うと、なんかね、これまではiPhone のバッテリーの充電、サイクル、回数っていうのが、500回っていう風に言われてたんですが、iPhone 15以降はですね、なんか1000回っていうのもね、ちょっとちらっと聞いたんですよね。それぐらいバッテリーがね、長持ちするようになった。この1日の消費が長持ちするっていうことではなくて、この充電の寿命がね、このバッテリー自体の寿命が500回から1000回になったっていう風なことをね、ちょっとちらっと聞いたんですけど、これ本当なんですかね。それも実際にこの充電サイクルが見れるようになったので、今後ね、僕もちょっと注意して見ていきたいなと思います。
あとはですね、この盗難デバイス保護っていうね、機能について少し変更がありました。この機能は iOS17.3 の時にね、新しく追加された機能ということはもう皆さんご存知だと思います。で、この盗難デバイス保護機能を使うには、利用頻度の高い場所がオンの状態の時とオフの状態の時では、このセキュリティの遅延機能にちょっと違いがあったんですよね。ここがね、ちょっと便利というか不便というか、大きなちょっと違いが生まれてたんですけれども、今回のね、この iOS17.4 になってからは、常にというオプションと、普段いる場所から離れている時っていうね、オプション選択ができるようになりました。要はね、常にセキュリティ遅延を発生させるようにできるということと、普段いる場所から離れている時っていうオプションを選択することによって、そのセキュリティの遅延をね、ご自身が選択できるようになったっていうのは、これは嬉しい機能になったのかなと思います。なので、僕個人的には常にを選択していればいいのかなと。普段いる場所っていうのは当然ユーザーさんによって当然ね、バラバラだと思うんですけれども、その普段いる場所が、カフェとか、人がたくさんいるような場所ってなってくると、セキュリティとしては脆弱になってくるのかなと思いますので、この新しい、この 17.4 になった際には、オプション選択としては、セキュリティをしっかり、行いたいという方であれば、常にの方にね、チェック入れていただければ、どんな状態でもセキュリティ遅延がね、機能がちゃんと働くということになるのかなと思います。こんな形で、僕が思う、iPhone ユーザーの方が、直結するというかね、嬉しい機能としてはこの盗難デバイス保護のオプション選択ができるようになったということと、これは iPhone 15シリーズ以降になると思うんですが、充電サイクルが端末でね、見れるようになったっていうのは、結構嬉しい追加ポイントかなと思います。そして iPhone ユーザーの方であれば、このね、iOS アップデートに関してね、懸念している方もね、たくさんいるかと思います。実際に僕のところにもね、相談に来る、内容を見ると、アップデートした後に、こういった問題が発生しましたっていうのはよくあることなんですけれども、僕はね、以前の動画でも言いましたが、現時点でもう iOS17 にしているのであれば、17.3 であろうが、17.3.1 だろうが、今回のね、17.4 であろうが、アップデートはしておいた方がいいと思います。これはセキュリティ面でもそうなんですけれども、そんなに影響ないんですよね。この数字の説明も過去の動画では言っておりますけれども、ある種、マイナーなアップデートになりますので、そこまで影響はないと思います。ただね、一部のユーザーさんからこのアップデートした後にね、こういった問題が発生したっていう事実はあるんですけれども、それら全ての事実も、ある程度は改善できるのかなと。やっぱり一番ね、ここ最近、最も多い相談内容としては、アップデートした直後にLINE の通知が鳴らなくなった。あと SNS 関係のね、アプリのね、通知が来なくなった。通知音が鳴らなくなったとかですね。あとはバッテリーの消費が著しく激しくなったとか。あとはWi-Fi 接続が不安定になったとかですね。そういった、毎回出てくる、相談内容なんですけれども、この通知関係に関してで言うと、このアプリの再ダウンロード、削除して再ダウンロード、インストールしていただくことによって、ほぼ解決できているのかなと思います。で、あとはこのバッテリーの消費に関してなんですが、アップデートした後はですね、Apple でもね、公式で発表しているように、約48時間は一応ね、このシステムの最適化を行っておりますので、その間はちょっとね、消費が著しく激しくなる方もいると思います。それは当然、この iPhone の中に入っているデータの量が、ユーザーさんによってはちょっとバラバラなので、そこに対しての時間はちょっと様子見ていただいた方がいいのかなと思います。あとはね、この Wi-Fi で言うと、これはね、どうしてもセキュリティの面が加わってきたり、あとはそのユーザーさんのね、置かれているネットワークの環境であったり、ルーターの環境であったり、そのルーターがいつ買ったのかとかですね、あとどこのメーカーを使っているのかとかですね、Wi-Fi のルーターでもかなり古いものがあったりすると、実はそのメーカーさんからはもうそのルーター使わないでくださいねとかね、そういった発表しているやつも実はあるんですよね。いわゆるハッキングであったりだとか、セキュリティ面がもうファームウェアのアップデート自体がもうできないのでとかね、そういった発表されているルーターも実はあります。なので、そういった Wi-Fi 関係に関しては、ちょっとね、ユーザーさんのネットワークの環境とか設定の状況を確認してからじゃないと、僕もアドバイスができないので、そういった問題発生した方は、この動画のね、コメント入れていただくか、X の DM とか、LINE サポートをね、活用していただければなと思います。では、今回の動画ではですね、最新の iOS17.4 について、現時点で僕がね、把握しているものをお伝えさせていただきました。
僕の方ではね、この iOS のアップデートは推奨しているんですけれども、もしね、アップデートした後に問題や不具合、何か質問等がありましたら、コメント入れていただくか、X の DM 相談活用していただければなと思います。それらの情報の URL はこの動画下の概要欄の方に貼っておきますので、そこからお越しください。では本日も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。ではまた。